こんにちは。仕事に役立つ文房具の店店の仕事道具店の店長店です。今日は私が気になって最近購入して気に入っている文房具たちを紹介しようと思います。今日は紹介する商品点数が多いので、先にパパッと商品名とざっくりした機能をここでね紹介していきます。まず1つ目はこちらの可愛くお願い付箋、古川紙工から出ています。こんな感じで動物柄のペコとかねお願いしてる感じのイラストがついてる付箋になってます。で、1つの台紙に2柄入っています。なんかちょっとしたお願いとか伝言をね楽しく可愛く伝えられるアイテムです。で、次はこちらの MD ペーパー専用の修正テープですね。MD ペーパーってメーカーさんオリジナルのペーパーなんですけど、それにフィットするようにできた修正テープになっています。はい。で、同じく同じメーカーさんから出ているレターカッター、こちらゴミが出ないレターオープナーといって封筒の上をねピーってこれを走らせるとゴミを出さずに手紙を開けてくれる優れものです。で、次はこちらのラミーのインク X というペン。こちらはねちょっと文房具屋で気になってとりあえず買ってみたので、どんな感じで使えるのかっていうのはよく分かってないので、後でねちょっと紹介しながら試してみようかなと思います。で、次はこちらの文字にラインという蛍光ペンです。書いてある通りねボールペンの文字をにじませないっていう蛍光ペンで、すごくねこれは試してみたんですけど本当ににじまなくて便利でした。学生時代にねぜひね出会いたかったんですけど、社会人になっても今ちょっと英語の勉強始めたりとかしてるので、その時にすごく役立っています。はい。で、最後はこちらのドットライナーです。この本体はもともと持ってて、今回買ったのはこの詰め替え用タイプ。もうね何度この詰め替えを買ってるか分かんないぐらい買ってるんですけど、すごくね気に入っているので、こちらもまた改めてね紹介できればなと思います。一つ目は可愛くお願い付箋、古川紙工からです。柄をね紹介していきます。まずはおこじょ。おこじょ昔アニメありましたよね。で、あとシマエナガ、ハリネズミとハシビロコウ。シマエナガとかハシビロコウって最近ちょっと人気でよくね展開を見かけます。あとは定番のウサギで、パンダとあと犬です。このね7柄。なんか古川紙工さんのサイト見たら、この人気のランキング、可愛いと人気の動物ランキングから参考に作ったよと書いてあったんですが、残念ながらね猫はランクインしてなかったのか猫柄はありませんでした。はい。で、この付箋は、1つの台紙に2柄入っていて、で1柄20枚ずつかな。なので合計40枚入りの付箋です。で、付箋自体はね紙でできているので筆記具はあまり選ばず使えるかなという感じ。家のことでもいいし仕事のことでもいいんですけど、ちょっとなんか頼みにくいトイレ掃除やっておいてみたいな伝言だったりとか、お土産ありがとうございますみたいな、そんなちょっとしたね伝言をこんな感じで書いて、紙の資料とかデスクとかにこうやって貼って伝えることができます。で、この粘着も結構ねしっかりしてて、粘着エリアこの裏面の半分はもうくっつくエリアなので、もうほんとしっかりくっつきます。 2,3 回剥がしてもね問題なくくっつくぐらいは使えて便利です。はい。なのでなんかちょっとね家でも使えるし仕事でも使える便利な可愛い付箋でした。次はこちらのMD ペーパー専用の修正テープです。中がねクリーム色の修正テープになっていて、日頃私こちらも使ってるんですけど、これが一般的なホワイトの修正テープなので、比べると結構ね色の違いがわかるかなと思います。で、この MD ペーパーのやつなんで買ったかというと、私日記帳をつけていて、それがこことね同じこの MD ペーパーというものが用いられている
ノートにね書いているので、それ専用の修正テープを購入しました。なんか1文字ぐらい間違えてもこう気にしなきゃいいんですけど、なんか1個間違えちゃうとそのページをちぎってね捨てたくなるような衝動に駆られることが多くて、ロールバーンを使っている時はこういうロールバーン専用の修正テープを使ってたし、今回このクリーム色のね MD ペーパー専用の修正テープを持つことで、なんかこうミスった時にこのページ切って捨てたいとか、なんかもうこれ以上作りたくないみたいな、その変な完璧主義が出てこなくなってきたので、なんかそういうのでね困ってる方いたらぜひね修正テープは専用のものを持つのがおすすめです。で専用のものだとこう使用範囲がね狭いかなと思うんですけど、なんかちょっとデザインが、変わっていて、私はねこういうのを集めるのも楽しいんじゃないかなと思って、コレクションとしてもちょっと楽しみ始めました。はい、じゃあどんな感じで消えるかをね見せていこうかなと思います。ちょっとこれ実際に使ってるね貴重なので使ってないページで実験しますね。では上をねこの専用の修正テープで消していきます。はい、こんな感じ。遠目で見たら全然わかんないですよね。ちょっとね近くで見ると光の関係からこの下のね文字とかちょっと見えるんですけど、パッと見見えない。で下をじゃあ普通の白で。すごくないですか？この同じね色で消すとすごいミスがなかったかのようになります。修正テープなのでゴリゴリ書くと削れちゃうんですけど、書き直す分には全然こう普通の修正テープだなという感じ。形もねなんかちょっと洒落てて私は好きです。次はこちらのレターカッターです。最近なんかね SNS でバズってたのかな、なんか文具好きの友達がこれすごくよく SNS で見て便利そうだったからぜひ使ってみてって言われて興味を持って購入してめっちゃ良かったので当店でもね最近取り扱いを始めました。でレターカッターの使い方はここのね刃の部分が2つにこう割れてるので、ここに封筒を差し込んでピーッと引っ張るだけで手紙の封を開けることができる優れものです。では次はこちらのラミーインク X というペンになります。これはオランダの文房具屋でなんかあんま見たことないなと思って気になって手に取りました。ちょっととりあえず書いてみるか。こっちが多分なんか消しインクなのかな。そうですよね、インクが全然出なくて、で基本的には多分こっちのペンを使う。海外ってこのブルーのペン多いですよね。で多分なんですけど、こうやってこうなんか書きミスっちゃった時にこの白色の方で、いや全然消えない。どうしよう。何だったんだろう。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？キャンセラーって書いてますよね。いや、そうですね。イレーサーって書いてあるんですよ。多分、あれ消せると思うんですけど、ちょっと早かったのかな。やばい。ちょっと。どういうことだろう。ちょっと一回調べますね。ちょっとこのペンについて調べてみたんですけど、ちょっと結論使い方が分かんなくて、他の人の動画を見る限りはラミーのインクで書いた文字を消せるみたいなんですよね、これでなぞると。でしかも万年筆のインクも消してた、見た動画は。でもこの惨状を見て分かる通り、私の場合はちょっと消えなかった。なんか乾くの待ってからやってみたんですけど、消えない、ぼかすだけみたいになってて、もし分かる方いたらなんか私使い方間違ってたらコメントで教えてほしいです。ごめんなさい、分からないのに紹介してしまった。最近買ったちょっと気になったアイテムだったので、うまいこと使い方が分かりませんでした。次いきます。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。次はこちらの文字にラインです。
ボールペンの文字をにじませない蛍光ペンということで、まずねその本当ににじまないかっていうのをちょっと実験していこうと思います。こんな感じで本当ににじまないんですよ。実際に私はもう英語の勉強の時にこれすごく使っていて、結構ね乾ききってないかなみたいな ABC みたいな書いてハイライトしなきゃと思ってすぐハイライトしてもにじまない。それぐらいねすごい本当ににじみにくいんですよね。今使ったのは、ゲルインクのボールペンですね。比較的乾きは早いんですけど滑らかな書き心地の分ちょっとこうインクがねたっぷり出るような印象があるかなと思います。で他にも油性のねボールペンとか全然にじみません。色味は、よくあるピカピカの蛍光ペンなのでしっかりね文字色が見えるかなと思います。今試した油性ボールペンゲルインクボールペンの他に水性ペンで書いた時になぞった時も乾ききってないとさすがににじむんですけど5秒か10秒ぐらい置いた後にラインを引けば全然にじまないし万年筆はね多少にじむかな。そんな感じなので基本的な筆記具の時はね全然にじまなくて便利です。すごい機能がいいからもっと最近のね流行りの淡い感じのこう目がチカチカしないタイプの蛍光ペンも出してくれたらすごいねいいのになと勝手に思っています。最後はちょっとおまけみたいな感じなんですけどコクヨのドットライナーホールドというテープのりです。ドットライナーは接着面がドットになっていてこう狙った範囲に狙った分だけテープをつけることができて気に入っています。他のねメーカーさんのものももちろん使ったことあるんですけど糊をねこう引いた時に最後引っ張るとピロロロローっとねテープがねこう伸びちゃうんですよ。でこれがちょっと使いにくいなと思っていたのでドットライナーはそれがねなくてすごくお気に入りです。でコンパクトタイプももちろん使っていたんですがホールドタイプを今愛用しています。でホールドタイプを愛用している理由なんですけどメモ帳とかノートパッドにアイデアを書いた後にそれを私は他のノートに貼り付けることが多いのでこう一辺をねピーッとまっすぐ引けるホールドタイプがすごくね便利で気に入っています。今回もこれを詰め替えてまた新たにね使っていこうと思います。はい、こんな感じで私の最近買った文房具とかお気に入りの文房具を紹介しました。最後までねご覧いただきありがとうございます。ぜひこんな新商品あるよとかこんな文房具あるよぜひ試してみてくださいっていうのがあったらコメントで教えてください。またね。